崩壊スターレール交渉術ファイノンの演説編。こんにちは、コバトーンです。久々の交渉術編です。バージョン 3.2 でファイノンが演説をするシーンがありましたよね。その内容が非常に良い構成になっていたので紹介していきます。なかなか演説をする機会はあまりないかもしれませんが、ポイントを知っていれば誰かにメッセージを伝えたい、伝わる文章を書きたいみたいな時、かなり幅広く活用することができる方法が詰まっているんです。これを一切やらない人はいませんよね。つまりほぼ万人に役立つ知識になっています。よかったら見ていってください。ネタバレ注意。今回はバージョン 3.2 メインストーリー安眠の地の境を歩いてからファイノンの演説を抜粋します。演説シーンはもちろん演説で触れられている内容にも本編ネタバレがあるのでご留意ください。大丈夫なら早速行ってみましょう。ファイノンの演説構成。演説のように人に何かをしてもらうお願いをする文章を考えるときは構成がとても大切になります。まずはファイノンの演説がどんな流れになっているのかざっくりと見てみましょう。後で字幕解説付きでフルも流すので、流れを覚えている人はタイムスタンプから飛ばしていただいても大丈夫です。ケファレ様、オクヘイマの市民のみんな、君たちの視線は届いている。その目は憂いに満ちているようだ。黄金衛と元老院の間に生じた隔たりと、これから訪れるこの生徒の明日を憂いているのだろう。世界の運命という壮大な議題を考える前に、まずは目を開けてみてくれ。ケファレ様に照らされた地平線を越えて、僕たちが直面している危機を見つめてほしい。僕の故郷のエルシオンは時間に忘れられた村だった。ミントのように爽やかな風、海まで続く麦の波。僕は隣人や友人たちと永遠に平和な日々を過ごせるのだと信じていた。まるで世界から切り離されたかのような素晴らしい場所だよ。みんなにもその景色を見てもらいたかったけど、それはもうできない。僕の故郷が育んだ全ては、僕が愛した全ては暗黒の潮に飲まれてしまった。僕はもうあの場所に帰れないんだ。暗黒の潮が訪れた時のことは今も鮮明に覚えている。父のヒエロニュモスは子供のために折れた剣で最後まで戦った。母のアウダタは僕がここに立ってみんなに声を届けられるよう怪物に引き裂かれた。狩人のガルバは弓を引き、愛する幼子のペソを抱きながら共に死んだ。教師であるピュティアスは命を懸けて生徒たちを助けたが、燃え盛る木の柱に押しつぶされた。ならその娘のリビアは、いや、リビアも他の子供たちも、僕の仲間はみんな暗黒の潮に飲み込まれ、歪んだ怪物になってしまった。尊厳ある死を与えようと僕が剣を振り下ろす決心をするまで、彼らはずっとこうつぶやいていたよ。どうしたんだファイノン、みんな親友じゃないのかって。これがオクヘイマに迫っている危機、暗黒の潮の脅威だ。最悪の3タイタンが滅びればオクヘイマは必ず黄金期に戻るとカイニスは約束したが、けど僕はみんなを落胆させてしまうだろう。なぜなら紛争の半身がいくら守ろうとも、遠くない未来にあれはやってくるからだ。国威の剣士フレイムスティーラの名はおそらく街中に広まっているだろう。紛争はその轟で僕たちにこう告げた。あれは怪人の中からよみがえり、神々の火種を渇望していると。
嘘つけ。そんな恐ろしい敵が近づいてんならオクヘイマがこんな平和なわけないだろ。ああ、その通りだよ。オクヘイマの素晴らしい日常はいつもと変わりがない。でもよく考えてみてくれ。この民会が平和に開催できているのは危機が去ったからだろうか。いや、それは黄金衛たちが立ち上がり最悪をオクヘイマの外に追いやったからだ。アグライアが禁止で君たちの平和な暮らしを守っているんだよ。元老院は彼女が神聖に蝕まれてみんなを見捨てると言った。だがなぜ彼らはアグライアを助けられたはずなのに傍観を続け、なぜオクヘイマから日追いを遠ざけることを選んだのか考えたことはないか。誰も口にできない事実を、その血にまみれた貪欲と恐怖と虚栄に埋もれた真実を僕が掘り起こそう。オクヘイマの悠久の歴史と威厳を背負う元老院、そしてかつて我々が誇りに思っていた民会は今や腐敗しきっている。おいおい、なんてやつだ。よくもこの聖地で。いいか、アグライアは今一人で南極に立ち向かっているんだ。ウジ虫たちが白昼堂々と謀略を練る中、彼女はこの世界に侵入しようとする悪に抗い生徒の防御網を必死に編んでいる。彼女がオクヘイマの期待を裏切ったことは一度もない。だというのにウジ虫によってたかって非難され大きな屈辱を受けていいのだろうか。後に現れた神聖を除いて彼女の本心は常に人と共にあり続けてきたはずだ。元老院はこの民会を強引に人と神の対立であると決めつけ人々を騙そうとしている。僕が言ったお願いを覚えているか。オクヘイマの市民よ、目を見開き君たちのそばに立っている人たちを見てくれ。よく目を凝らすんだ。華やかな服の下に隠されているのは人の熱い心か、それとも害虫の毒か。心の中で答えが決まったらもう一度彼女たちに目を向けてみてほしい。君たちが冷酷だと思っていた半身が人間らしい輝きを放っているかどうか、そして人の皮をかぶって暴言を吐く者が権力と欲望に惑わされていないかどうかを。どんな答えを出してオストラコンをどちらに入れたとしても心配する必要はない。なぜなら僕もアグライアもトリスビアスも君たちの忠実な盾であり続け、その選択を死守すると誓うからだ。この誓いは僕たちの命が尽きるまで続き、そして未来の火を追う者たちに受け継がれていく。揺らぐことも消えることも永遠にない。いや、信じられない。言われると一理あるのか。わからないわ。デタラメだデタラメ。言葉には嘘がない。はい、どうでしょう。ファイノンの演説は大まかに見るとこのような構成になっています。みんなの声は届いているよ。エリシオンの悲劇、暗黒の塩とフレイムスティーラー、平和は当たり前じゃない、アグライアが守ってくれたじゃないか、元老院は腐っている、でもアグライアはそばにいてくれたよね、オストラコンをどちらに入れても心配ない、もし投票されなくても僕たちは戦い続けるという感じです。
ここで早速構成の話をしたいところなんですが、その前に順番を入れ替えたらどうなるか考えてみましょう。今回の演説でファイノンが民衆にお願いしたい部分は、僕たちに投票してほしいというところです。オストラコンをどちらに入れてもいいという箇所ですね。ものすごくシンプルに伝えるのであれば、これだけを言ってもいいはずです。しかしながら、いきなりこんなことを言われたらどう思うでしょうか。この時点では先にアピールを行ったカイニスによって民衆の心が黄金園から離れた状態です。実際にファイノンが喋り始める前には民衆からただの戦士でしょ、大丈夫かみたいな感じに思われていましたよね。そんな状況で僕たちに投票してくれとだけ伝えたら当然反対されます。望みは薄いでしょう。ではそれに少し足してカイニスたちを批判した上でお願いしてみましょうか。元老院は腐っている、ウジ虫だ、さあ僕たちに投票してくれ。どうでしょう。明確に嫌なやつの感じがしますよね。じゃあもう少しメリットをプラスして表現してみましょう。たとえ投票されなくても僕たちは戦い続ける。さあ僕たちに投票してくれ。元老院は腐っている、ウジ虫だ。どうでしょう。これもあまり投票する気にはならないですよね。だって投票しなくても戦い続けるのであれば別に選ぶ必要なんてないんですから。これではメリットが薄く感じられてしまいます。しかも最後に相手をバッシングしているところがとても印象に残ってしまいますよね。こんな構成ではもともと黄金園に味方しようと思っていた人も投票しづらいでしょう。それくらい全体構成は重要なものとなっているんです。訴求に便利な形、クエスト。ちょっと違うジャンルの話になりますが、商品を販売する文章の形にクエストと呼ばれるものがあります。文章に必要なパーツの頭文字を取って QUEST と書くもので、これに沿った文章を用意すると効果的な書き方ができる文章のフレームです。人に物を販売するための文章、いわゆるセールスコピーライティングの世界の話ですね。コピーライティングは紙媒体の文章であることが多いんですが、実は紙に書く文章だけじゃなく演説みたいな場でも使える知識なので覚えておくと便利です。もし今回の話を聞いて興味が湧いたら調べてみるといいでしょう。話を戻して早速具体的に紹介していきます。Q はクオリファイ、自分の資格や性質を明確にします。例えば僕はファイノン、黄金栄だ、暗黒の塩を倒せるくらい強いぞって感じ。自分にどれくらいの能力、資格があるのか端的に表す部分です。U はアンダースタンド、相手への理解、共感をするパートです。みんなも暗黒の塩の噂は聞いているよね。めっちゃ不安じゃない？わかるわかるって感じ。E は Educate、直訳すると教育なんですが、ニュアンスとしては潜在的に持っていたものに気づかせてあげるイメージです。実は暗黒の塩は結構近くまで来ているよ。侵食されると知り合いが化け物になってしまうんだ。自分の手でそれを殺すってしんどいよってところ。平和だとは感じているけど、うっすら心のどこかで心配していた暗黒の塩の脅威がどれくらいのものなのかちゃんと教えてあげる感じですね。S は Stimulate、魅了する要素です。黄金栄はみんなを守るよ。結果がどうあれ全身全霊でみんなの盾になることを約束しよう。モーディス、アグライア、トリビー、すごい仲間も一緒だといったポイントですね。通販番組の特典紹介コーナーもこれです。もう一つおまけでついてくるんですかみたいなやつ。T はトランジション、行動させることですね。つまりここでは投票です。黄金栄に投票してください。ちょっとはしょっていますが、まずは短い方が理解しやすいので雑にこんな感じで捉えておいていいでしょう。さて今の要素を並べるとこんな感じになります。僕はファイノン、黄金栄だ、暗黒の塩を倒せるくらい強いぞ。みんなも暗黒の塩の噂は聞いているよね。めっちゃ不安じゃない？わかるわかる。実は暗黒の塩は結構近くまで来ているよ。侵食されると知り合いが化け物になってしまうんだ。自分の手でそれを殺すってしんどいよ。でも黄金栄がみんなを守るよ。結果がどうあれ全身全霊でみんなの盾になることを約束しよう。モーディス、アグライア、トリビー、すごい仲間も一緒だ。だから黄金栄に投票してください。どうでしょう。さっきの順番がグダグダの内容よりもかなり筋が通った依頼になっていると思いませんか。このクエストという書き方は汎用性がかなり高く、アレンジすることで幅広く活用できるので覚えておくと得ですよ。ただ今の構成を聞いて元のファイノンの演説と形が違うことも気になりましたよね。ここからはファイノンの形に近づける応用法を掘り下げていきます。構成は逆から考える。今説明した構成をより理解するために自分で書く際のコツを紹介しましょう。それはめちゃくちゃシンプル。逆から考えることです。つまり T の投票してくださいからですね。最初に順番を変えて説明したように投票してくださいだけだと相手は行動してくれません。お願いされて何かしらの行動を起こすときはその行動を起こすための原動力が必要になるんです。ハードルを飛び越えるための勢いが必要といったイメージをすると分かりやすいかもしれません。要するに投票してくださいのために勢いをつけるパートが必要になります。
それが一つ前の S 魅了パートです。黄金栄がみんなを守るよ、だから投票してください。理由がついた分、行動を起こすための勢いが少しついていますよね。でもこれだけだとまだ足りない部分があります。黄金栄がみんなを守るよと言われても、そもそも暗黒の塩がどれだけ危険なのかを理解していなくては守られる価値がよくわからないのです。だからその価値を理解できるように教育します。つまりエデュケイトですね。暗黒の塩はすぐそこまで来ている。侵食されたらあなたの家族、友人、恋人が化け物になってあなたは自分の手で殺さないといけないかもしれない。そんな危機から黄金栄がみんなを守るよ。だから投票してください。になります。先ほどよりもしっかりと危険性が相手に伝わっていることで、その後の得点が理解しやすくなっていますよね。ただこれでも暗黒の塩がすぐそこまで来ているといきなり言われても実感が湧かなかったり、こいついきなり何言ってんのみたいになってしまいやすいです。なので同じ感覚から話を聞いてもらえるように U の共感パートが必要です。暗黒の塩の噂は聞いているよね。めっちゃ不安だと思う。わかるわかる。でも実は暗黒の塩はすぐそこまで来ているんだ。侵食されたらあなたの家族、友人、恋人が化け物になってあなたは自分の手で殺さないといけないかもしれない。そんな危機から黄金栄がみんなを守るよ。だから投票してください。こうすることでこの人は私たちと同じ側の人間なんだな、理解してくれる人なんだなという印象が作れるため話が入りやすくなるんですね。でもこんな話してるけど結局お前って誰なの？どんな資格があって言ってるわけ？って疑問はありますよね。だから最初に Q が必要なんです。僕はファイノン、黄金栄だ。暗黒の塩を倒せるくらい強いぞ。暗黒の塩の噂は聞いているよね。めっちゃ不安だと思う。わかるわかる。でも実は暗黒の塩はすぐそこまで来ているんだ。侵食されたらあなたの家族、友人、恋人が化け物になってあなたは自分の手で殺さないといけないかもしれない。そんな危機から黄金栄がみんなを守るよ。だから投票してください。こうすることで暗黒の塩を倒すエキスパートが喋ってくれていることがわかりますよね。なので次に続く部分を聞いてやってもいいかなって気分にさせられるんです。というわけでクエストは T から逆算して T を達成するために S が必要、 S をやるために E が必要みたいな感じになっていることが分かったと思います。次はこれをベースにもうちょっとファイノンの巧みな構成を見ていきましょう。ファイノン演説に見るクエスト変形版。クエストを理解したところでファイノンの演説の実際の内容をクエストベースで分解してみましょう。こうなります。アルファベットはクエストの役割を示しています。複数の文字が入っている場合は2種類以上の役割を同時にこなしている感じですね。みんなの憂いは届いているよ。僕の故郷エリュシオンは素敵な場所だった。エリュシオンは暗黒の塩に飲まれた。家族や仲間の声を聞きながら手にかけなくてはいけなかった。暗黒の塩はそういうもの。フレームスティーラーの噂も聞いているよね。オクヘイマは平和じゃないか。平和な民会ができているのはなぜ？黄金栄が暗黒の塩を退けたからだろう。アグライアが禁止で守っているからだろう。民会は腐っている。元老院は対立煽りを狙っている。アグライアはそばにいてくれたじゃないか。もう一度よく考えて投票してほしい。投票されなくても僕たちはみんなの盾になる。今画面に出したように Q と U を実際には同時に行っていたり、一部順番が入れ替わったりしている場所があります。このように順番をアレンジすることもできるんですね。ちょっと項目が多いので分かりやすいように簡略化しましょう。はい。みんなの声は届いているよ。エリュシオンの悲劇。平和は黄金栄が守っているから。アグライアが守ってくれている。元老院は対立煽り狙い。でもアグライアこそ味方じゃない？投票してくれ。選ばれなくても僕たちは命をかけて盾になる。はい、だいぶ骨格だけになりましたね。これも逆から順番に整理してみましょう。まず最後に S を持ってきていることですが、これは3つのテクニックの合わせ技となっています。ピークエンド効果、偏方性、BYAF ですね。過去に扱ったことがある内容ですが、簡単に振り返りつつ紹介しましょう。ピークエンド効果とは、感情のピークと最後の場面の2つが記憶に残りやすい特性のことです。つまり演説では最後の一節が印象に残りやすいわけですね。そのため最後に投票してくださいではなく、自己犠牲を払う黄金栄の気高さを持ってきているんです。めっちゃ上手。同時に偏方性も使っています。偏方性とは何かをもらったらお返ししないといけない気分になる効果。これを利用することで先にプレゼントを渡しておくと見返りをもらいやすくなります。ファイノンは最終的に投票が欲しいわけですが、先んじて自分たちが民衆への奉仕を渡しておくことで、この後の投票というお返しが発生しやすくしてるんですね。素晴らしい。そして BYAF です。これは But You Are Free の頭文字を取ったものになっていて、交渉の最後に付け足すだけで制約率を約2倍まで引き上げるテクニックのことです。
人間は行動を強制されて自由が奪われることを嫌います。なので最終的にはあなたの自由意志にお任せしますよというスタンスを取ってあげると抵抗感なく行動しやすくなるんですね。だからファイノンは絶対に僕たちに投票してくださいとは言いません。よく考えて投票してほしい。自分の頭で考えて自分の目でよく見てほしい。もし選ばれなかったとしても僕たちは君たちのために尽くすだろうという旨の発言をしているんです。あくまで決めるのはあなたですよと提示しているんですね。これもめちゃくちゃ上手。というわけでこの締め方はパーフェクトと言えるでしょう。そしてその一つ前に投票してくださいが入ります。まあこれはわかりますよね。でその前のアグライアこそが味方でしょといった部分なんですが、これが S の魅了であることに疑問を覚える人もいるでしょう。確かに E の教育とみなしてもいいのですが、大きな意味合いを考えると S であると言えます。というのもファイノンの演説が始まる前の空気感はアグライアへの不信感やアンチ意識といった部分を際立たせるように指摘されていたからです。なのでこのスピーチの一番強いメッセージはアグライアこそがみんなの味方じゃないかといった部分になります。だからアグライアに黄金栄に投票してくれとなるわけです。実はこの演説はファイノンを引き立てる演説ではなく、アグライアの価値を再認識してもらうためのものなんですね。そしてこのメッセージを引き立てるために元老院の対立煽りが最低な方法である指摘が入るわけです。つまり魅力を理解させるための教育ですね。アグライアはみんなのために行動してきたのに対立煽りを持ち出して邪魔するなんて許せる？おかしくない？って指摘なんですね。さらにここでは秀逸なテクニックが使われています。それはサンドイッチ法です。これには正確な名前がついているわけではないのですが、こう呼ばれることが多い手法です。ここでは元老院に対する悪い意見を述べているわけですが、これは結構リスキーな手段です。ネガティブな意見は印象にとても残りやすいものなので、あまりにもここを強調しすぎてしまうと、ファイノンは攻撃的な手段で票を集めようとしたといったイメージになってしまいます。そうなると投票数も少なくなってしまうでしょうし、今後の黄金園の活動にも支障がありますよね。そこでサンドイッチ法です。良い意見で悪い意見を挟んでしまうんですね。少し前の部分に目をやると、黄金栄が守っているから平和がある、アグライアが守ってくれているんじゃないかといった部分があります。つまりざっくりした構成として、アグライアが守ってくれている、元老院はそれを邪魔している、いやいやアグライアこそが味方でしょといった形でアグライアのポジティブな話で挟むことで全体の印象をいい話だった感じに操作しているんですね。非常に巧みです。また先ほどのピークエンド効果も入っていて、この話題を演説全体の最後の方に置かないことも上手です。やはり印象に残りやすくなってしまうので、話の中盤くらいでネガティブな話題を仕掛けていますね。ここまで考えて演説していたなら、ファイノンは半身どころか神だと思います。そりゃあアナクサゴラス先生も信頼しちゃいますよね。さて話を戻してその一つ前ですが、ここではアグライアが守ってくれている平和の価値を民衆に認識させています。平和がいかに脆いものでギリギリのバランスの上にあるのかを伝えないと平和の価値がわからないからですね。いくつかの話が大きなまとまりになっていて、フレイムスティーラーの話から民衆がオクヘイマンは平和じゃないかとツッコミを入れて、平和は誰が守っているんだ、黄金栄じゃないかとなる部分ですね。ここでは共感を交えつつ危機感をしっかり煽っていく演出がされていますね。というのもニカドリーという危機が去ったことで、オクヘイマにいる人々は直接肌で感じられる恐怖が存在しなくなっているんですね。だからちゃんと危機をもう一度認識させないと平和の価値がわからないのです。だからフレイムスティーラーの話みんなも聞いているよねと共感スタイルから情報を出して、嘘をつくな平和じゃないかとツッコミが来たことに対して、そうだね確かにオクヘイマは平和だ、でもその平和って何もせずに得られたものなの、今ってやばくないのと話を展開していってるんですね。ちなみに民衆からのツッコミありきみたいな構成になっていますが、これを一人でやることもできます。こんな感じ。こんな話を聞いても嘘だオクヘイマは平和じゃないかとあなた方も思うことでしょう。しかしその平和は本当に平和でしょうかみたいに自分で言ってしまえばいいんです。これはすっごい使える方法です。僕もよく動画で使っていますよね。これを聞いて〇〇と疑問に思った人もいるでしょうみたいに言い回してますよね。あれはこちらから相手の疑問を代弁してしまうことで、そうそうそれ疑問だった、あそこも説明してくれんのね、分かってんじゃんという気分にできる和法なんです。ファイノンの演説では実際に民衆がツッコミを入れましたが、自分一人で喋る場合には同じことを自分で言えばいいのです。そのためここは民衆への共感を示しながら平和の大切さを教育するパートとなっているんですね。そしてこれを聞かせるためにこの直前にあるエリシオンのストーリーがあります。エリシオンのストーリーを語ることはなんと3つの役割を同時にこなしています。1つはクオリファイ、自己紹介としてファイノンがどんな人物でどんな背景を抱えているのかを端的に伝える物語になっています。
もう一つが共感。エリシオンが滅んでいく情景や体験を伝えることで、このファイノンってやつは俺たちと同じような体験をしてきたやつなんだな。わかるよ、じゃあ話聞いてみてもいいかなって気分にさせるわけです。奥ヘイマに集まってきている各民族はもともと住んでいた故郷を暗黒の潮に滅ぼされているので、何かしら近い体験をしています。そのため響く話なんですね。そしてもう一つが教育です。喉元過ぎれば暑さを忘れるみたいな感じで、奥ヘイマに住んでいる人々は周囲が平和であるあまり、暗黒の潮の脅威を忘れてきています。それを改めてどれだけ悲惨で苦しいものか再認識させているんですね。この3つの合わせ技を非常に短いストーリーで語っているのがとても上手なのですが、さらにファイノンの素晴らしいポイントがあります。それが五感に訴える表現です。ミントのような爽やかな風のように香りを表現したり、視覚に訴えかけたり、エリュシオンに行ったことがなくてもあたかも自分が体験したかのような架空のエリュシオンを体験できますよね。そしてそれが蹂躙される様を丁寧に語ります。一人一人に名前があり、関係性があり、そんな人々が化け物になってしまったこと、ファイノンが苦しみながら解釈をするまで語りかけてきたこと、その苦しみをちゃんと聞き手が感じ取れるように描写してます。これらが絡み合ってファイノンの人間性の表現、民衆の共感、危機感の想起、全てを同時に行っているんですね。無駄なストーリーもなくて完璧。ファイノンマジですげえ。で、ついに最初のパートなんですが、ここもテクニカルなことをしていますね。ケファレ様への挨拶で神に敬意を示している人物であることを示し、さらに民衆の声を聞く意思があることを提示しています。これは最後の BYAF とセットになっていて、押し付ける考えを持っているわけではなく、ちゃんと意見を汲み取るスタンスである印象を与えています。続けて、世界の運命を決める投票であるとさりげなくラベリングして印象付けしていますよね。ですが、それで責任の圧をかけるわけではなく、その前に身近なところに目を向けようということで、個人的で身近で実感できるようなところに意識を持っていく誘導をしています。この誘導があるからこそ、エリュシオンの物語がより実感できるようなものになるんですね。聞き手はあたかも自分の身に起きたことのような身体感覚で聞くことができます。ささやかな違いではありますが、こういった誘導をしないと黄金への不信感について聞きたいのにいきなり故郷の話をしだしたやつみたいな聞き方になってしまったりするんですね。言葉遣いも相まって黄金栄という気高い身分、それでいて民衆の声をしっかりと受け取れる度量、粗暴なだけの戦士ではないことが最初から伝わる挨拶になっていますね。マジでファイノンうますぎる。字幕解説付き演説。はい、構成の巧みさが分かったところでファイノンの演説を字幕解説付きで見てみましょう。オクヘイマの誠実な市民エリュシオンのファイノンが本民会の最後の演説を行います。ありがとう、ライコス殿。あいつアグライアの下僕の貧乏人だよな。金織はなんでこんな奴が最後の演説を？火を追う旅は本当に終わっちまうのか？ただの戦士よね。それがカイニスに勝てるのかしら。あなたも来てる。どうしような。どっちを支持する？やってくるんだな。ケファレ様、オクヘイマの市民のみんな、君たちの視線は届いている。その目は憂いに満ちているようだ。黄金栄と元老院の間に生じた隔たりと、これから訪れるこの生徒の明日を憂いているのだろう。世界の運命という壮大な議題を考える前に、まずは目を開けてみてくれ。ケファレ様に照らされた地平線を越えて、僕たちが直面している危機を見つめてほしい。僕の故郷のエルシオンは時間に忘れられた村だった。ミントのように爽やかな風、海まで続く麦の波。僕は隣人や友人たちと永遠に平和な日々を過ごせるのだと信じていた。まるで世界から切り離されたかのような素晴らしい場所だよ。みんなにもその景色を見てもらいたかったけど、それはもうできない。僕の故郷が育んだ全ては、僕が愛した全ては暗黒の潮に飲まれてしまった。僕はもうあの場所に帰れないんだ。暗黒の潮が訪れた時のことは今も鮮明に覚えている。父のヒエロニモスは
子供のために折れた剣で最後まで戦った。母のアウダタは僕がここに立ってみんなに声を届けられるよう怪物に引き裂かれた。狩人のガルバは弓を引き、愛する幼子のペソを抱きながら共に死んだ。教師であるピュティアスは命を懸けて生徒たちを助けたが、燃え盛る木の柱に押しつぶされた。ならその娘のリビアは、いやリビアも他の子供たちも、僕の仲間はみんな暗黒の潮に飲み込まれ、歪んだ怪物になってしまった。尊厳ある死を与えようと僕が剣を振り下ろす決心をするまで、彼らはずっとこうつぶやいていたよ。どうしたんだファイノン、みんな親友じゃないのかって。これがオクヘイマに迫っている危機、暗黒の潮の脅威だ。最悪の3タイタンが滅びればオクヘイマは必ず黄金期に戻るとカイニスは約束したが、けど僕はみんなを落胆させてしまうだろう。なぜなら紛争の半身がいくら守ろうとも、遠くない未来にあれはやってくるからだ。国威の剣士フレイムスティーラの名はおそらく街中に広まっているだろう。紛争はその轟で僕たちにこう告げた。あれは怪人の中からよみがえり、神々の火種を渇望していると。嘘つけ！そんな恐ろしい敵が近づいてんならオクヘイマがこんな平和なわけないだろ。ああ、その通りだよ。オクヘイマの素晴らしい日常はいつもと変わりはない。でもよく考えてみてくれ。この民会が平和に開催できているのは危機が去ったからだろうか。いや、それは黄金衛たちが立ち上がり最悪をオクヘイマの外に追いやったからだ。アグライアが禁止で君たちの平和な暮らしを守っているんだよ。元老院は彼女が神聖に蝕まれてみんなを見捨てると言った。だがなぜ彼らはアグライアを助けられたはずなのに傍観を続け、なぜオクヘイマから日追いを遠ざけることを選んだのか考えたことはないか。誰も口にできない事実を、その血にまみれた貪欲と恐怖と虚栄に埋もれた真実を僕が掘り起こそう。オクヘイマの悠久の歴史と威厳を背負う元老院、そしてかつて我々が誇りに思っていた民会は今や腐敗しきっている。おいおい、なんてやつだ。よくもこの聖地で。いいか、アグライアは今一人で南極に立ち向かっているんだ。ウジ虫たちが白昼堂々と謀略を練る中、彼女はこの世界に侵入しようとする悪に抗い生徒の防御網を必死に編んでいる。彼女がオクヘイマの期待を裏切ったことは一度もない。だというのにウジ虫によってたかって非難され大きな屈辱を受けていいのだろうか。後に現れた神聖を除いて彼女の本心は常に人と共にあり続けてきたはずだ。元老院はこの民会を強引に人と神の対立であると決めつけ人々を騙そうとしている。僕が言ったお願いを覚えているか。オクヘイマの市民よ、目を見開き
君たちのそばに立っている人たちを見てくれ。よく目を凝らすんだ。華やかな服の下に隠されているのは人の熱い心か、それとも害虫の毒か。心の中で答えが決まったら、もう一度彼女たちに目を向けてみてほしい。君たちが冷酷だと思っていた半身が人間らしい輝きを放っているかどうか、そして人の皮をかぶって暴言を吐く者が権力と欲望に惑わされていないかどうかを。どんな答えを出してオストラコンをどちらに入れたとしても心配する必要はない。なぜなら僕もアグライアもトリスビアスも君たちの忠実な盾であり続け、その選択を死守すると誓うからだ。この誓いは僕たちの命が尽きるまで続き、そして未来の火を追う者たちに受け継がれていく。揺らぐことも消えることも永遠にない。いや、信じられない。言われると一理あるのか。わからないわ。デタラメだデタラメ。言葉には嘘がない。いやー、すごいですね。補足なのですが、ここはホヨバースが演説として見せる意思を感じるシーンです。なぜならゲーム画面として見ている私たちにはエリシオンのイメージ画像を見せることは簡単ですよね。普段のモノローグなんかでは過去の映像や一枚絵が出てくることがよくあります。しかしここは演説のシーンなので、きちんとファイノンの表情と声、そして民衆の反応で見せている場面なんですね。画面で見せられない分、きちんと言葉の力で心を動かさないといけませんから、非常に難易度の高いシーンと言えるでしょう。そういった見せ方の意図を感じると、さらに凄さが実感できるのではないでしょうか。まとめ、いかがでしょう。今まで紹介した心理効果が結構たくさん登場する内容で、復習にも良かったんじゃないでしょうか。今回の内容は誰かにメッセージを伝えたい時にはかなり使える方法なので、よかったら使ってみてくださいね。ちなみになんですが、うちのチャンネルはこういった心理学や文章術を勝手に勉強するのが大好きなコバトーンが運営しているチャンネルです。心理学の勉強って興味はあるけど、心の不調に関する内容も多いので、生々しくて苦しい内容になりがちですよね。でも大好きなゲームキャラを通して雑学的に知れたら楽しくないですか？しかも推しキャラをもっと詳しく理解できちゃうし、世界観も深く知れます。さらに手に入れた知識は日常生活でも使えちゃう。もっと見たいなと思ったあなた、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。なんと無料でできちゃいます。あと、絶対こうしろじゃなくて、よかったら使ってみてねってスタンスでゆるーく配信してます。そんな気持ちがこもっている定番セリフがあるんですよね。参考まで。